こんにちは、みえこです。今日は簡単にできるポーチを作りました。中開けると小さい本が入ります。そして見てください、すっきりしてますよ。仕立てがとっても簡単なポーチです。持ちはないですけど、ちょっと大きめなので使いやすいです。それでは一緒に作りましょうね。今日は裏布から用意します。2枚用意しますよ。次に用意するのは接着できるキルト綿です。これをこのようにのせて接着します。ファスナーつける上の部分に縫い代はありませんよ。こんな感じですよ。よく見てくださいね。上にぴったり合わせて接着してくださいね。次に用意するのは端切れですが、どんな幅でも OK です。一つだけ気をつけることは、このキルト綿の横の長さより長いと縫いやすいです。では作ります。25センチのファスナーを用意します。中央に印をつけて、このように針で留めます。ファスナーは表側を見ながら針で留めてくださいね。そしてこの布を重ねてまた針で留めます。布端はキルト綿と同じ場所に留めてありますよ。このように留めたらミシンで縫います。縫い終えたらこの赤い布にステッチをします。表ですね。表にステッチをします。このようにね。そしたらこのように折って針で留めてアイロンでプレスします。針で留めたら次の布を重ねます。そしてまたミシンで縫いますよ。縫い代何センチでも OK ですよ。順番にキルト綿の端まで縫います。はい、このように縫ったら一度プレスして両サイドの余分な布をカットします。底の部分は残しておくといいですよ。裏はね、このようにできてますよ。
次に刺繍をします。刺繍しないでこのままでも十分 OK ですよ。刺繍が終わったら反対側の布も縫います。表布はキルトしないので、このまま1枚の布を用意します。キルト綿と同じ大きさです。裏布を見ながらファスナーを中心の位置を合わせて針で留めて、先ほどと同じように縫います。そしてミシンで縫います。ストライプの布の端にもステッチを入れます。このようにできています。そしたら針で留めて、一度ここでプレスします。そしてポケット作ります。接着芯に布を縫います。ポケットの大きさは自由にしてくださいね。6センチ ×6 センチの布がたくさん残っていたので、この布を縫います。何センチの布を縫っても OK ですよ。もちろん1枚の布でも OK です。いつもやっている方法を早送りでご紹介します。接着芯の上に布を重ねて順番に縫います。端が少し足りなかったので、今度は長い布を重ねて縫いました。このようにできたら接着します。余分な布をカットします。そしてポケットの裏布をつけてもう一度縫います。
このように縫ったら表に返します。角はこのように丁寧に折ってから返すときれいにできますよ。はい、このようにできたら刺繍します。もちろんしなくても OK です。ミシンで縫ってもいいですね。はい、できました。そしたら一番下、ここ空いていますから1センチぐらい折って針で留めます。はい、では表布のこの赤のストライプの上にポケットを縫います。ファスナーの端から3センチぐらい離れたところに縫いましたよ。ポケット完成です。そしたらこの2枚を合わせてミシンで縫います。キルト綿を合わせて縫います。ファスナーの布端を少し縫うように縫い始めます。刺繍で縫ったラインを目印にして縫うと縫いやすいかもしれませんよ。そして最後もファスナーの布を縫って終わりにしてくださいね。はい、このようにできます。そしたら裏布をこのように折って布端をミシンで縫います。簡単な仕上げです。底の部分の布が少し多いのでここでカットします。はい、ミシン作業終了です。
そしたら表に返します。でファスナーの布端がこのように出ているので、縫い代の中に入れて簡単に手縫いで隠します。気にならないときはそのままでも OK ですよ。両方のファスナーの端縫うと綺麗にできますよ。はい、完成です。ファスナー閉まるか確認してできました。とても使いやすい大きさですよ。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょうね。